この先ねちょっと面白いカフェがあるので行ってみましょう。皆さんこんにちは、ゆかです。今回の動画は京都西陣散歩の続きです。今日はこちらの路地裏にあるカフェをご紹介します。さてここの通りが西陣路地という路地になっていて、いろいろなお店が集まっているみたいです。今日は私その中のお茶屋さんにちょっと行ってみたいと思います。はい、こちらです。朱ハリという名前のお店です。朱は守る、ハは破壊のハ、リは離れるという漢字を書きます。朱ハリ。こんな感じでカウンターでも注文できます。ちょっとメニューを見てみましょう。基本はお抹茶を使った商品ですね。お薄、これはもうシンプルにお抹茶を立てていただくものですね。あとはシングルオリジン抹茶のラテ、これ暑い日はラテがいいですよね。あとお抹茶以外に、もしちょっとお抹茶苦手とかいう人だったら玉露とかもありますね。あと和紅茶、ほうじ茶、そして最後にお菓子もあります。じゃあ中に入ってみましょう。今ねお店の中に入ってきました。北さんです。こんにちは。うちのそのメインの事業が、お茶の収穫と、海外へのカフェの卸とか国内にのカフェの卸をやってて、でこちらのお店もともと事務所で使ってたんですけど改装して、自分たちのお茶抹茶とかを使ったスイーツを研究してお客さんにご提供してるんですけど。なるほど。ここはじゃあカフェとしてはどれぐらい経つんですか？カフェとしてはまだ2年ぐらいです。じゃあもうまだあんまり知られてないね、穴場です皆さん。インスタグラムとかで皆さん見ていただいて、日本全国、海外からもお客さんがたくさん来ていただいてます。そうなんですね。もう並んでね買えなくなる前にぜひ、訪れてみてください。茶筒も素敵ですね。そうですね。こちらも京都の開花堂さん。有名ですね。100年使えるというやつは大事に使ってます。素敵。じゃあ注文しましょう。この時期おすすめのってありますか？そうですね。今当店で一番人気なのがこのシングルオリジンの抹茶のラテですね。わずかさんの、シングルオリジンの奥緑っていうのを使ってるんですけども、それが一番人気で、抹茶を立てて遊ぶというスタイルですね。美味しそう。あと今、夏場なんでこの濃茶のアイス大福。これはお茶が大福の中に入ってるんですか？いや、抹茶アイスがありまして、それを牛皮で包んだアイス。美味しそう。じゃあちょっと内側に岩塩が乗ってるので、少し塩味があって、この大福にですか？美味しいですね。このシングルオリジン抹茶のラテと、抹茶のラテフロートっていうのはどう違いますか？抹茶ラテの上に、抹茶のアイスが乗ってますね。この抹茶もシングルオリジンの抹茶？そうですね。シングルオリジン。じゃあここで使ってるのは全部自社で収穫した。そうなんですね。そっか。じゃあシングルオリジン抹茶のラテと、あとそのおすすめのアイス大福を一つお願いします。その抹茶がシングルオリジンのお抹茶ですね。そうですね。こちらが自分たちで収穫した抹茶なんですね。すごいですよね。シュハリさんってなんか多分カフェと思って認識してる人が多いかもしれないんですけど、お抹茶屋さんですね。そうですね。お店よりもそのお茶の卸とか収穫茶畑の管理が忙しいので、このお店は土日月しか空いてないっていう3日間限定。3日間だけ。お砂糖どうしますか？砂糖ですか？ちょっとだけ入れましょうか。砂糖どうやろう、私砂糖なしで。はい。わー、美味しそう。
このシングルオリジンの抹茶っていうのは、はい、コーヒーのシングルオリジンと同じような感じそうです全くですか？一緒ですね。その単一品種、はい、単一生産者と生産者と産地も産地も、でも京都って結構お抹茶のお店多いじゃないですか、はいはい、もうあちこちであちこちお抹茶のドリンクやらお抹茶のケーキやらなんやらありますけど、なんか違うところってありますか？そういう普通のお抹茶とここのお抹茶の違うところ。もともと抹茶はもう、800年ぐらい歴史が京都であるんですけど、うちの場合はブレンドせずに、100% の宇治抹茶というのを使っているのが一番売りですね。ってことは逆に言うと、その他のところは割とブレンドしてるそうですね、とこが多い。ブレンド、ほとんどブレンドしてて、で中には、宇治抹茶と言いながらも、他府県のものが入ってたりとか。だからね、何を求めるかですよね。そうですね。もう絶対この京都で作られたこだわりのものを飲みたいっていうんだったら、やっぱりシングルオリジンを選んだ方が自分でも納得感がありますよね。で特に気にしない抹茶が大好きっていう、ただそれだけだったら多分どこのでもいいかなっていう感じはしますよね。ただやっぱりその品質の差っていうのがやっぱり出てきてて、ブレンドのものっていうのはその、価格を抑えるためにいいものと悪いものをこうブレンドして調整されるところもあるので。ブレンドする目的っていうのは、大多数がやっぱりその価格を抑えるため。そうですね、両方ですね。味の調整と、価格を抑えるっていう部分で、やっぱりその出来上がったものがそのブレンドのものとシングル単一品種はやっぱり品質の差が出てきますね。抹茶ラテをいただきます。こんなめっちゃ濃厚。砂糖を入れるか入れないか選べるのもいいですね。そうですね。私コーヒーでもあんまり砂糖は普段入れないので、お茶の旨味とミルクだけの甘みで十分美味しいので。いただきます。おー、美味しい。これはぜひ皆さん砂糖入れないで一回飲んでみてほしい。後から追加できますか？砂糖。じゃあ最初は砂糖入れないで飲んで、お茶の香りをぜひ楽しんでほしい。でその後でもしやっぱり砂糖が欲しいと思ったら入れるのがおすすめ。私はこのまま飲むのが美味しいと思う。最高。あとこれもいただきました。抹茶ゼリーです。贅沢ですね。全部シングルオリジンの高級なお抹茶使ってるって考えると、そう考えると値段安くないですか？そうです、安いところですね。僕らやっぱり収穫したものを直接、お客さんに届けてるので、その中間のコストが全然かかってなくて、自分たちの提供している値段が適正な価格であると、適正な価格でご提供したいというので。なるほどね。あと中にアイスが入ってます。いただきます。おいしい。三木田さんの、お家は代々お抹茶屋さんなんですか？うちは出身は僕宇治の出身で、全然家業が違う。あ、そうだったんですか？家業をしてて、で僕は独立して自分で始めた。あ、そうなんですか。うちの家内がその和塚町っていうところの出身で、それでご縁があって。そうですね、ご縁があって。じゃあ奥様はもともとそういうお茶関係の。いや全く。じゃあお二人とも全く関係なくて、もう一から始めたっていう感じ。ただその和塚の茶農家さんとかがやっぱ知り合いが多くて、でご縁があって一緒に始めた経緯ですね。でほとんど農家さん作ったものは JA とか農協さんに卸してたのを僕らが買い取って、でそれをこう、お抹茶にしてる感じです。まとめて買われてしまうと、混ぜられちゃったりとかもするんですか？ほとんど混ぜられるんですよ。なんかもったいないですね。そうなんですよね。農家さんで一生懸命作ったものが混ぜられて、どこに行ってるかわからないんですけど、うちはそのシングルオリジンなんでパッケージに農家さんの名前がちゃんと載ってるので。嬉しいですね、農家さんも。で、やっぱりそのブレンドしてると、何でこの値段がつけられたかっていうのは買う人からしたら全く分かんなくて。確かに
そうですね。何をもとに値段だけで皆さん買ってるんですよ、そうですね。なんか缶に名前がついてたりもしてるんですけど、はい、ただそれはただの名前なんで、その辺をこう明確にしたのが、シングルオリジンっていうところですね。今でもなんかお抹茶だけじゃなくて、お米とか何でもそうですけど、結構こう誰々さんが作ったこういうこだわりがあるお米って言って、販売してて、結構消費者もそっちの方が買いたいみたいになりますよね。やっぱ裏のストーリーがあったりとか、安心感っていうのがあるし、安心感がやっぱり一番ですよね。これお抹茶もね、ここで買えるそうです。私も一度ね買ったことがあるんですけど、すごく美味しいです。普通のねスーパーで売ってるお抹茶と全然違います。本当に美味しいので、ぜひ皆さんちょっと買ってみてください。いろんな種類があります。すべてシングルオリジンで作られているものです。それぞれの生産者さんのこだわりがあります。さっきね飲んだ抹茶ラテとかも全部ねこのお抹茶を使ってます。本当にこれだけこだわったお抹茶ですけど、思ったより高くないと思いませんか？これは1830円 30g と、さっきの抹茶ラテだと、6g 使ったっておっしゃってたんですけど、普通にこう立ててね飲むんだったら、3g 4g ぐらいかな、好みによりますけど、8杯から10杯ぐらいは飲めるかなって感じ。これは大きいサイズかな。そうですね、100g。スイーツとか抹茶スイーツとかいっぱい使うんだったらこっちがいいですね。もちろんこの店舗に来ても買えますし、オンラインでも買えるそうです。T by T の生産加工販売まで一貫した管理体制により、信頼性と品質の高さを保証します。確かにね、シングルオリジンでももし中間にね業者が入ってたらもう少し値段が高くなるかもしれないですけど、こちらはねご自分で全部されてるからね、本当に納得して買える値段ですよね。じゃあごちそうさまでした。ありがとうございました。さてホテルに着きました。今回は三井ガーデンホテル三条に宿泊します。今日朝駅に着いた時に同じ系列のホテルに荷物を預けました。それが今ここに届いているはずなので、ちょっと受け取って、そしてチェックインをしたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、今日ここが私のオフィス